トラ博をご覧の皆様、おはようございます。今回の動画はですね、ついに完成しました。僕たちが DIY したこのシェルを隅から隅までご紹介していきたいと思います。DIY の様子はですね、別のチャンネル旅暮らしの方で見ていただけるとありがたいです。まずね、こちらのシェル、宿キャリーさん全面協力のもと、特別に DIY させていただきました。はい、職人さん、社長さん、皆さんに手伝っていただいて完成したものとなっております。そうですね、僕たち2人だけじゃなくてね、宿キャリーに関わる方全員で作り上げたと言っても過言ではない、代物でございます。最強のシェルと言っているんですが、私たちにとって最強のシェルであるというところをね、まず頭の片隅に置いといてもらえたらなと思います。真似しろよということではございます。そうですね、僕らはここで生活するんでね、自分たちが使いやすいように DIY したというところでね、最強とつけさせてもらったわけであって、皆さんにとって最強ってわけではないということでございます。あとですね、完全に特別仕様のところも多々ありますので、オーダーするときはご相談くださいとのことです。それでは早速見ていきたいと思います。ではまずベース車ですね。こちらハイゼットトラックで以前から乗っていたもの、そのまんまとなっております。なるほど、箱の部分だけ交換したと感じですね。そういうことです。こちらの宿キャリーのシェル、現在標準ボディ用のタイプのサイズ、ジャンボ用のサイズとジャンボ用のワイドのサイズの3パターンありまして、その他に特別仕様っていうので、この標準ボディのスーパーワイドとスーパーキャリー用のもの、あとは1トントラック用のものがあります。でこれは1トントラック用のシェルの型を元に作ったサイズでございます。標準ボディのノーマルのシェルのサイズやと少しずつね、左右車体からはみ出てるのが、これは12センチずつぐらい出てる、さらにワイドのタイプになっております。標準ボディ用のシェルに比べると横が広いのもあるし、後ろもねちょっと長く取れてて、あとバンクもねさらに長く取れるっていうので、その長さをね重視して選びました。個人的には横のはみ出しはノーマルのちょっとはみ出てるぐらいでいいんやけど、長さ重視でねこれにしました。こちらのねシェルの形なんですけど、もともとは、ターンエース用の形をぶった切って作っていただきました。で普通こう後ろをね短く軽トラ用に切るんですけど、今回はちょっと違った感じで切っていただきました。通常今までのワイドのデモカーはシェルの形があった後ろの部分をね輪切りにして詰めるっていう感じやったんやけど、今回はここら辺まで本来ならあるんですよ、シェルが。でこの部分を切ってここを詰めて軽トラに収まるサイズにしているという感じです。なんでそのようにしてもらったかというところで、バンクの長さをしっかり確保するというためですね。そうですね、後ろを切るだけやったらここまでバンクは長くないんですよね。ここまであるからね、これぐらいまで。そうね、25センチから30センチぐらいは長く取っていただくようにしていただきました。構造なんですけど FRP の一体成形で型があって、それにペタペタ貼って FRP を貼って型を外すという感じなんで、面を組み合わせて作ってないんですよね。なんで継ぎ目ができずに角がねこう丸くなってる FRP ならではの形になってます。これによって隙間風の軽減だったり、つなぎ目がないので雨漏りの心配がねなくなります。でフレームは木で、あとここのね縦の部分はこれジャッキつけるところなんやけど、重さがかかるからここにだけ鉄が入ってます。それ以外は全部木です。で木の間にスタイロフォーム断熱材が 30mm 入っています。でカラーはですね、標準ではホワイト仕上げなんですけど、今回はこのグレーにしてもらいました。こちらは現行のジムニーと同じグレーになっております。なんでかっていうと、もしね傷つけたりした時に修理するっていう時にね、絶妙な色に調節してもらうこともできるんですけど、それしたら修理の時がねまたその絶妙な色に調整してもらうのにすごいお金がかかるし、手間も時間もかかるっていうところですね。あとちょっとぐらいの傷ならタッチペン売ってるやん、車屋さんとかに。そういうのでねちょっとタッチアップすることとかもできるかなと思います。であとこのホワイトカラーも
入れてもらいました。こちらもオプションなんですけど、ツートンでバンクの形に沿ってホワイトを入れてもらったのと、あと天井もねこのまんま白がつながってます。でよく見るとね、バンクの下まで白がつながってる形になってます。でこの白に関しては真っ白じゃなくて、このグレーをちょっとだけ混ぜて、よく見ると真っ白じゃないよっていうぐらいにしてます。ここは自分でぶつけない限りはやられないところなんで、まあ大丈夫かなっていう感じで、真っ白よりかはいいよねっていうことでみんなで選んで決めました。上にねヤドキャリーのロゴが入ってまして、ヤドキャリーのヤドカリくんが背負ってるハウスを前の旅吉くんのカラーにしていただいてます。これは社長ご夫妻で考えてくださったんですけど、これがめっちゃいい感じよね。1台目も背負って旅してるよっていう意味が込められてる感じがして、この色合いもさ、絶妙にすごく良くて、そう感動しました。なんかこれ貼った時もみんな職員さん集まってきたよね。隣の工場からも来たもんね。そうすげえってなったから。それぐらいなんか完成しか見てなかったらこういうもんなんやって思うかもしれんけど、ずっと出来上がるまで、実際貼るまでどうなんやろ、これどうかな、どこに緑、この旅吉くんの色入れようとかっていうのでずっと考えてたから、そうね、こんだけなんかしっくり収まってくれて非常に気に入っております。そうですね。はい。であとこのねバンクの下ですね、ここに通気口ついてます。通気口ね、できれば目立たせたくないっていうのがあって、このバンクの下についてます。で走ってもね雨水が入ったりとかっていうことはない構造になっております。はい。こちら運転席側です。横にねこのライン、これ標準で色選んで入れれるんですけど、今回は以前まで乗っていたね旅吉くんっていうこのカラーを元に似た色をここに選んで入れていただきました。でこの白とこの色の割合とか太さとか高さとかいろいろ考えて、こうやってみんなで合わせたりパソコンでねやってもらったりして、考えて2ヶ月ぐらいずっと考えてこのバランスになりました。なんか本当に1ミリ2ミリの世界でだいぶ印象が変わるよね。印象がガラッと変わったよね。やっぱりこのグレーにこのグリーンを入れるっていうのがすごく大変で、馴染む色、でもやっぱりこう前乗ってた旅吉の色を残したいっていうのがあってね、どこかにね入れたいとね、これはかなりこう皆さんの協力のおかげがあって、このラインができたんで、こんな簡単な話ではなかったですね。そうだからね、そうでもないことに見えるけどいろいろしたかなりしましたね。で合わせた時もこれでいくかぐらいやったけど、はったらあれ全然いいやんみたいなめっちゃいいやんってなったね、って感じだった。でこの白も真っ白じゃなくて、天井とバンクのところと同じようにちょっとねグレーっぽい白になってます。はい。でこちらはヤドキャリーのロゴですね。これも標準で入れてもらいます。で窓に関しては標準ではこちらは大きいサイズのハッチタイプの窓がつくんですけど、中の窓2つに変更しています。で上がハッチタイプで、下はスライドで横に引くタイプになってます。これなんでかっていうと、この下の部分はねハッチタイプで、滑り出すと歩いてる人のねちょうど顔の高さになって危ないから、開けづらいから、この高さでもねずっと開けれるようにこのスライドにしてます。で上はね全然当たらないんで、雨とかでも換気しやすいようにハッチタイプにしてます。はい。脱着方法はですね、ここにジャッキを4本左右前後つけて、シェルを持ち上げて車を前に出すという方法です。はい。はい、固定方法はですね、車体の下から穴を開けてボルトで貫通させて、ハンドル付きのネジで留めるタイプになってます。はい。中でねそのハンドルあると思うんで見てもらいましょう。はい。でこれはスーパーワイドのタイプになってるんで、基本的には6箇所、うちの場合は家具とか荷物があるんで5箇所で止まっています。はい。はい、こちらが助手席側です。こっち側は窓は標準では1つこの中のサイズがあるんですけど、スライドの中サイズを追加しました。でこれバンクの前にあるんで、高さ的にはねハッチでもいいんやけど、開けたまま走行して換気したいっていう理由でここはスライドにしました。ハッチだとねやっぱ風の抵抗で窓取れちゃったりとかして危ないんでスライドになってます。で場所、ここのバンクの先にねやっぱ熱気とかがね湿度とかが溜まりやすいから、ここにつけたんやけど、ここにつけれるっていうのはこの特別仕様のこのサイズだからたまたまここにつけれました。標準サイズだとバンクが短くて柱が来ちゃうんで、このバンクにね窓っていうのはつけれないんですけど、つけれてよかったですね。こちらはオプションのタープレールでございます。このフックを回すと緩んでこう好きな場所に移動させて、好きな位置でこう固定できるものになっております。こっちのデザインはヤドキャリーのロゴと、こちらオプションで旅暮らしのねジャーニーライフっていうのを入れていただきました。こちらはオプションで付けました外部収納の扉になってます。中の収納につながってて、ここからねキャンプ用品とか外で使うものをね取り出しやすくするために付けました。
こちら後ろ側でございます。左上にあるのがキャンピングカー用の換気扇です。本来ね、天井につけるルーフベントとなっていまして、今回は天井はね、ソーラーつけたいんでいっぱいで溢れ出て後ろにつけました。はい、通常サイズの幅だとここにこのサイズの換気扇をつけるのは難しいそうです。さっきもあったソーラーの取り込み口です。ソーラーは天井に 175W のフレキシブルが3枚ついてまして 525W ついてます。こちらがラダーですね。これは A プロジェクトさんに作っていただきました。こちらでオーダーすれば作っていただけるそうです。軽量化とデザインのために横穴が開いております。つけた理由としては、見た目っていうのが一番大きいんやけど、天井の掃除するのに登るために設置しました。やっぱり出っ放しなので脚立を持ち歩くとかっていうことは現実的じゃなくて、それでもソーラーのメンテナンスできるようにするためです。これはテレビのアンテナですね。通称ヘンテナと呼ばれているもので、ホームセンターの材料で安く作ることができるアンテナです。市販のねアンテナもあると思うんやけど、それよりも安価で感度がいいかなと思います。市販のアンテナだと入らないところでもこれだと入ったりすることが多いですね。こちらは高さを変えることができまして、これ緩めるとこう上げれるという形になってます。これちょっと上げるだけで、それだけでもやっぱ障害物とかがあるとね結構違ってくるんで、やっぱ入りにくい時は上げてみて、終わったら緩めてで、これまたちょっと締めとけば走行中に抜けたり飛んでいったりすることはありません。でラダーの下ですね、こっちが外部電源、外でコンセントを使うので、こちらが外部電源口です。外から電気を取り込む口ですね。で気になっているであろうこちら、このデザインはPストライプって言って手書きで細い筆を使って描くアートですね。ヤドキャリーの塗装職人さんが北海道でも有名なPストライプの職人さんがそうで特別に描いていただきました。デザインやカラーはお任せで、旅暮らしっていうのをね入れてほしいというオーダーでやっていただきました。これもねちゃんとサインも入ってて、よく見ないとわからんと思うけど、展示とかする機会あったらねぜひ近くで見てほしいんですけど、ほんまに筆で手書きで書いてるなっていうのが近くで見たらよくわかると思います。で最後こちらですね、これはドア開けた時に開けたまんまで止まるやつですね。やってみますね。こういう感じですね。開いたり閉まったりすることがなくなるように止めるためのやつです。キャンプ場とかでね出し入れする荷物が多かったりする時にね使うかなと思います。それでは中見ていただきましょう。中はこんな感じです。壁は標準ではアルミ複合板仕上げなんですが、プラパールに変更してダイノックシートを貼っています。はい、プラパールっていうのは何ぞやというと、梱包する時のプチプチ、あの構造をしたプラダンっていうイメージです。なんで軽量っていうのが一番大きいですね。ただプチプチと同じ構造なんで、やっぱちょっとね多少ムニムニした感じとかはあります。であとはビスが止まらない、ほぼ。そうね。止まりにくい。アルミの複合板よりかは止まりが悪いっていう感じです。はい、でダイノックシートはこっちだけコンに近いかなにして、それ以外の面はこのコンクリート調のダイノックシートを選択しています。床はクッションフロアになってて、これもねちょっと大理石とかコンクリート風のものを選びました。はい、家具はですね、ベンチシートパッケージを基準に超特別カスタマイズしていただきました。はい、ではこの入り口側から順番に紹介していきますね。はい、はい、まず入ってこちら土足で上がれるようにしました。はい。で、このトレイは、指令の方にサイズ合わせて特別に作っていただきました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ステンレスですごい清潔感あふれる感じよね。はい。水洗いとかもね、洗車の時についでにしたりしたらね、綺麗に保てるかなと思います。はい。で、あと前回やった浸水問題。これで絶対起きません。そうね。はい。確かに。こちらが助手席側ですね。入ってすぐには、この天井まである棚が来ます。で、上から行くと、ここに服のね、収納スペースがあります。ハンガーかけれるようにここにねホールがついてます。今ちょっとね冬物やからゴワゴワして超爆発してるけどギリ収まるかなっていう感じですね。余裕を持ってすることもできるんやけど、ギリ収まるかなぐらいにして収納を多く取りたいっていうのでこのサイズ感になってます。はい、でその側面はこの網網にしてもらって収納になってます。でここら辺は100均のワイヤーネット用のねカゴとかつけたり、S 字フックとかで置いてます。はい、ここはこう開くようになってまして、ここがテーブルになります。
で中は収納になって、普段使うものだとか私のですね趣味のものとかが置いてあったりします。なるほど。で奥行きがあるから手前と奥に分かれてて、奥にはあまり使わないもので、手前にはほぼ毎日使うものだったりを置いてます。なんかちっちゃいながらも綺麗に収納できてますね。結構ねこの100均の引き出しとかをね使ったりして、ここはネイルのものを入れてたり、ここにはこういうのがね、なるほどね、推しのグッズが入ってたりしてます。でこのね両サイズのパーツで開けたらここで90度のところで止まるようになってて、ここのねこのパーツでこう閉めた時にここが閉まってこうね走行中に開かないようになってます。ここも貫通させてちっちゃいボルトで留めることによって強度をさらに出しております。なるほど。はい、はい、その下はですね収納棚になってまして、一番上はこれスライドで引き出すタイプになってて、キッチン用品コンロとか鍋とかコップとか置いてて、すぐにお湯沸かしてコーヒーぐらい飲めるようになってます。はい、はい、このスライドいいっすねやっぱね。であとはもう普通に収納やね。でここはこのダボを刺して高さを調節できる棚にしてもらってます。なんでこの収納の、ね、サイズに合わせてこう棚の高さを変えれる仕様でございます。収納してるものはタオルとかハンガー、こっちはこのハンドクリームとか日焼け止めとか歯ブラシとか普段使うものが入ってて、一番下は靴置けるようにトレイが入ってます。次ここはシンプルに椅子ですね。今冬やから当然あったかいように置いてるんやけど、開けるとシンプルにこういう椅子になっております。で下はね全部収納で、横からでも取り出せるし上開けても取り出せるようになっております。で普段はここにこう座るかなっていう感じ、でここスペース空いてるのは、こっちにこう向きに座ってここでこのテーブル出してパソコンしたりできるようにするためでございます。はい、なんかコックピットみたいでなんかいいね。専用の場所、自分専用って感じ。ゴリラに邪魔されない場所ですであとここにね謎のパーツついてると思うんやけど、ここをこうマジックテープで留まってるだけだからベリって剥がれて、これをこう開くとさらにここのスペースが広くなって広々座れるという感じです。このまんまねこれなしでここの幅広く取ってここに物を置く、飲み物を置くとかもできますね。でここの下ねこれが外で説明した固定してるハンドルです。これを回せばシェルと車体が外れる感じです。でここの頭を押しながらこうするとハンドルのね位置が変わるんよ。だから邪魔にならへんような好きな角度でねこのハンドルを止めることができます。でこのまんまやったら回らへんやんっていうのも、ハンドルの向きを変えることによってこう、ね、くるくる回せばちゃんと外れるよということです。じゃあこの一番大きい棚、いきますか。こちらゴリラ棚になっておりまして、これは僕が作業したりとか、するのを主に使う机でございます。開けると収納になってるんですけど、こんな感じで、収納になってます。今ちょっとガチャついてるんですけど、お菓子とかがね、基本的には、パソコンがあったりとか、ここに炊飯器とか、あと水の予備が中にね入れてあったりしてるんですよ。でこちらはティッシュとかの、予備が全部入ってて、でこっちが道の駅のスタンプブックと、切符のこのね、ファイルケースとかが入っておりまして、下の2段が僕が主に使うものですね。こういろいろ入ってます。ってな感じで、使って作業するときはここにパソコンを広げてやるって感じですね。でそこについてるのは半自動のダンパーみたいな感じかな。もう指1本でこうやって上げてしまうと勝手に上がっていきます。完全に閉めるときはね、グッと押さないとダメですけど、これがすごい楽で。で、僕結構、こうやって肘置いたりするのが癖なんですよ。なので、ここのダンパーをすごい耐荷重高いものにしていただいて、で、なおかつ、おまきさんのとこと一緒ですね。ここをボルト貫通させて、さらに強度を増していると。いう感じでございます。で、この下はお風呂セットとか、洗濯物系が全て入ってますね。ちょっと奥にはね、DIY セットとかも置いたりしてるんですけど、一応そういう感じで、ちょっと荒れてますが、入っておりまして、この棚の一番下、これが外の時に紹介したね、外部収納扉、それがこの一番下に繋がっております。なので大体キャンプ用品とかそういう時にね使うものが入ってますね。
はい、はい、で外からも中からもね一応取れるようになっているって感じだね。そうですね、基本は外からしか取らへんけど、外の扉がそんなに大きくないから、整理したりとか掃除したりとか難しいから、中からも開いてアクセスできるようになってます。そうですね。はい、はい、続きましては、こちらの上になります。まあ何の変哲もないね棚の一部やろうって思うかもしれないんですけど、まあ実はちょっとギミックがありまして、こちら展開することができるんで、展開させていただこうかと思います。はい、こちらがですね、まずこれがねパカッと開くんですが、これもねただマジックテープでついてるだけです。はい、はい、でこれをここまで持ってきて、このね棚が180度天板が開きます。でこうすると、ここにねバンクベッドが出現ということで、これは他ではないんじゃないかなとは思ってるんですけど、いかがでしょうか。これでバンク部分と合わせて2メートルと横が90センチかな。そうですね。取れるんで、シングルサイズのねマットが置けるっていう感じになってます。横ちょっとだけはみ出すけど、そんな気になるほどじゃないよね。全然なんないですね。450、450っていう感じでね。作りましたんで、はい、でこれちょっと後付けです。ここにね取っ手をね、持ってたんですけど、ここまで行かなあかんのがめんどくさいで、このおまきさんがなんか100均で、なんかゴムのやつを買ってきてくれたんで、これをこう引っ張って、めんどくさかったのね。ゴリラの指が入らへんのかと思って。いや入るようにしたはずやが入らへんのか。めんどくさかったよ。これでもねしまう時はね、このままね落としたらふわってバンってならへんのよね。なんか空気がちゃんと入ってふわってこう閉まるからあんま気にしてないです。これでいってます。ここもまあベッド展開もしてみたいなと思うんで、カーテンオープンさせていただきまして、こういったね寝る時に使うものは基本的にはこの間に寝具ですね。はい、寝具は全部置いてます。まあ冬なんでねどうしてもちょっと多いですよね。ここで生活している以上仕方ないというところで、まあそんなもんねちょっとプライベートなもん隠せたらなと思って一応こういうのをねつけました。これ後付けですね。はい、穴開けてフックをつけて、でロープでやってるって感じです。はい。でこちらが2人の服がねトータル入ってるんですけど、このままでちょっと奥の方とか取りにくいじゃないですか。でそこで一応この引っ張り出せるという。するともう後ろのがこの手前まで来るんで、こっからこう取れるよという風にしました。で使わない時はしまうという感じですね。はい。で走行中ね飛び出てこないようにプッシュロックで。そうですね、これで。はい。バンクの床に止まってます。はい。一回じゃあバンクベッド展開してみましょうか。よいしょ。もうこれでバンクは展開終わったんで。こういう感じでやってます。で、まあここのね耐荷重大丈夫なんていう不安もあるかと思うんですけど、全然大丈夫ですよね。ぶっちゃけ僕も大丈夫です。まあ多分大丈夫ですよ。これが一応シングル用のマットレスなんですけど、こんだけねちょっとだけ出てるって感じだよね。まあでもこれ全然もう違和感なしです。寝てる分には分からへんかな、はみ出してるっていう感じは。まあ基本僕下で寝てるんですけど、たまにクマちゃんが落ちてくるぐらいかな。でこのバンクの先ね、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、ここはね壁紙になってるんですよ。ここまでこのラインね、ここまではこの大ノックが貼られてるんですけど、こっちはねもうね壁紙になってます。なんでかというとやっぱこうバンクの部分ってこう結露がしやすいっていうところで、クッション性のある壁紙を使って結露をねある程度防いでくれるという役割がありますんで、ヤドキャリーさんは基本このバンクの先はこれがベースになってますね。そうです。基本ですね。でやっぱねバンクって丸みがあったりするから、複合板にしろプラパールにしろ巻いて貼るって非常に難しいんですよね。そうですね。っていうのもあって柔軟性のある壁紙になってます。それではゴリラゾーンに入りました。まずね運転席と、シェルをつなぐね、窓です。これちゃんと家庭用のね、窓の特注品なんで、これにまあこの前カーテンつけてって感じですね。これはもうそのまんま行き来できるようにはなってるんで、ちょっとした荷物とか中に入れたりとかはできるようになってます。でまあちょっとね結構開けっぱなし、ここを開けて走ることが多いんですよ僕。そういう時にねこのまま開けてたらこれ窓ってパタンパタンなるじゃないですか。それをね止めるためにストッパーをヤドキャリーで作ってました。これ作ったっていうか切っただけなんやけど、これやったらこのままこうガタン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 なるのを、これをね挟むだけで動かなくなるという感じで、反対側も一緒ですね。もうこれは基本ずっとここに入れたまんまです。そしたらこっちが動かんくなるから、そうね。なんかちょっと寝る場所ついたなって言ったら閉める時はこれをどかしてもうこう閉めるだけって感じですね。
こちらが椅子兼ベッドですね。はい。長さは175センチあります。はい。3分割してるんですよね。まあそれは理由があって、まあこの下にね、電装が入ってるんですけど、まあそれのメンテナンスがしやすいため、あとは収納とかが取りやすいようにっていうところで、3分割にしております。はい。1個もやってね、結構大変なんで。そうね、開けるも大変そう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 。で、まあ先ほどね、ここの机をね、こう開けて使うって言うたじゃないですか。ここをこう開けるとね、見てもらったらわかると思うんですよ。150ミリぐらい、15センチぐらいね、ちょっとこうなんていうんやろ。椅子からテーブルまで距離があるんよね。はい。なんかちょっと作業しづらいなっていう感覚に陥るんですよ。やっぱこう、もっと前まで行きたい。ファミレスとかイメージしてもらうと分かりやすいと思うけど、ソファーとテーブルの端ってちょうど一直線上にあることが多いと思うよね。やっぱそれが食べやすい。そうですね。座りやすい。くつろぎやすいっていうことやと思うんやけど、はい、自分らもここで結構長い間作業するから、まあそういう環境はちゃんとしっかり整えたいなっていうところで、ここにね、跳ね上げ式の跳ね上げてね拡張できるようにちょっとギミックを取り付けました。はい。そのね細長いところの分広がるっていう、そうですね。それこそそのほんまに15センチ分ぐらいは広がって、もうまさしくもうちょうどつらぐらいになってます。はい。なんですごい作業しやすいです。これね、もともとこのサイズにしてもいいんやけど、そうするとやっぱね、ここの部分がね、狭くなっちゃうから。そうなんですよ。やっぱね、なんか通路が広いってやっぱ広く見えるのもあるじゃないですか。っていうのもあってね。はい。開け閉めできるようにしました。そのね、今座ってるクッションなんやけど、本来は合皮みたいなね。感じの素材なんですけど、冬なんで寒さ防止っていうのとやっぱ汚れちゃうんでね、まあそういうのも洗濯できたらいいなっていうところで、今はこういうねカバーをつけております。なるべくね色が近いようにはしたんですけど、まあこれやったらね汚れてもすぐ洗濯もできるし、いいかなと思っております。このクッションなんやけど、ベアーズキャリーさんではソファー用のねクッションあると思うんやけど、うちは特別仕様で前回使ってたのと同じクッションを中に入れてます。ベッドと同じマットやね。そうです。7センチあったかな。高反発のマットを使ってますね。まあ昔から使ってる、ずっと使ってるやつやからね、慣れてるっていうのもあるんで、まあそれが一番使いやすかったんで、寝る場所やからさ。ここで座るけど寝るのもあるから合ってるっていうのがね、一番かなと思うんで、それを採用しました。はい。じゃあまずね、下どんな入ってるのか、まあちょっと収納とか見ていきたいなと思います。はい。ということで、ちょっとね、椅子の天板全部開けました。中はこんな感じになっておりましてですね、電装のエリアと収納エリアと分かれております。この半分から、こっち側が収納、手前側ねが収納エリア、でこっち側が電装エリアと、分けております。でここに板をね入れて仕切ってます。まあこれはなぜかというと、ここのこんだけね電装があるから熱が発生するんですよね。まあそれを排熱できるように、そしてその熱がこっちに入ってこないようにっていうところでこう仕切っております。収納なんですけど、書類系とか、そうですね、書類関係が主にありますね。で、あとそこは今ちょっと切らしててないんやけど、2リットルの水のペットボトルを立てて入れるように、高さはそのままになってます。ちょうどいいね、サイズで便利です。でこっちはこれはもうレシートです。レシート関係ね。確定申告セットです。しないといけない。でこれがウェットティッシュやらキッチンペーパーやらのセットがあって、こっちが医療セットですね。でこれがちょっとプチ DIY ペンとか、まあちょっとしたドライバーとか、文房具やね、そこはね。まあそういうのがあったりします。でさらにこの下にまだあるんですけど、これはまあおまきさんの化粧品とか、まあおまきさんのセットですね、が、入っております。コンタクトの予備とかが。なるほどなるほど。そういうのがあってですね、こちらには20リットルかなの冷蔵庫があって、パカッとここから開けた時に上からでもこう開けれるように、っていうのと、ここからも引っ張り出せるように、して、玄関の入り口からね、出し入れできるようにしてます。買い物したやつはね、すぐそのまんま上がらずに冷蔵庫入れれるっていうのは非常に便利ですね。非常に便利です。走行中に飛び出す問題は、ここのね、ロック。これね、これをちょっとね、新たにつけました。これで飛び出さないように。これはね、こう、これがあるだけで一回も飛び出たことないのよね。まあさすがにそれあるとね、一応ソフトクローズ機能はついてるんやけど、多分重量があるからか走ると出ちゃうよね。この横のさっきのコンロとか乗ってたやつとかはさ、出たことないんやけど、多分重量があるからか出てきちゃうんでつけてます。こちらは電気のセットになります。これヤドキャリーさんでは基本的にはこれ作用バッテリーシステムは組んでないんで、これはもう全部自分たちで手配して自分たちで取り付けしました。まあ電気もやっぱ充実させたいなというところで、サブバッテリーも結構ね、軽にした大きい400アンペアワーのサブバッテリーをつけまして、下にあるでっかいやつだね。そうですね。ちょっとグレーっぽいやつだね。そうです。まあ一応ね、容量がとか分かるようにここにモニターもつけてました。
でやっぱ大きいのにつけるから充電系も充実させたいなと思いまして、充電はこの40アンペアの走行充電器と、ここにこれも40アンペアの外部ですね。外部で充電できる、コンセントから充電するやつね。外部充電です。あとはこれが60アンペアのソーラーチャージャーです。はい。さっきね、おまきさん言ったんですけど、上に525ワットのソーラーパネル積んでるんで、その線をここにつないで、ここからね、サーバーバッテリーを充電できるようにしました。はい、3パターンね、充電できるのがあるんで、そんな困らんかなという感じですね。はい。はい。で、電気はインバーターで100ボルトに変換して、家庭用のね、電気とかも使えるように、このコンセントとかね、使えるようにしてます。なんぼですか？2000ワットのインバーターですね。を使いました。はい。はい。ちょっとここにある、わかりにくいんですが、ここちっちゃいのが、これ、換気扇で、ここに溜まった熱を全部排熱できるように、ここにちっちゃい換気扇をつけました。これがオンオフで、以前ちょっとプチ DIY でファンコントローラーを後付けしたんですけど、これ標準やったら、これ 100% なんですけど、こんだけうるさいんですよね。結構うるさいね。はい。なんでこれちょっと鬱陶しいなっていうところで、手元で速度調整できるように、ファンコントローラーをつけました。これは多分夏大活躍してると思います。風の流れ的には、ここに仕切りの板がついてて、冷蔵庫の横からも排熱が出るから、この冷蔵庫のね、出し入れする空間とか、あとそっちの横とかから空気を吸って、後ろを通って、さっきの換気扇から出ていくっていう感じになってます。はい。冷たい空気は下に溜まりやすいじゃないですか。なので、すごく僕は理にかなってるとは思うんですよね。そうね。なんでこういう形で電装を組みました。結構考えましたね、これもね。で、一応ちょっと見にくいかもしれないですけど、ここにね、12ボルト系の電気が集まってるフューズボックスもあります。はい。これがまたこのバスバー通って、サーバーバッテリーに行って電気使えるようになってますね。はい。こちらのコンセントがですね、これが RV パークとか行った時に電源使えるじゃないですか。そういう時にね、外部の電源をこう使うのにパッてやった時に使えるコンセントになってます。外から取ったコンセントがそこに繋がってるってことね。そうです。はい。今はこれ何がついてるかっていうと、この充電器ですね。はい。外部充電器がそこに刺さってる。はい、刺さってます。で、こちらはシェルの中の100ボルトの電気をまとめたのがここに来てます。はい。はい。で、これが今インバーターについてるんで、このインバーターをオンにしたら使えると。はい。はい。スイッチングっていうか切り替えあるじゃないですか。外部充電バンってさせた時に勝手にガチャッと切り替わるやつ。あれがね、ちょっとあったけどめっちゃ高くて、別にこのままでもいいんやけど、外部充電使う時は、この今インバーターに刺さってるのをここに刺すようにしたら、基本電気はそこの電源から使ってみたいな。12ボルトだけこのね、サブバッテリーで使うみたいな感じにしてます。シェル内の電気をまとめたメインプラグを外部のコンセントに挿して感じだね。そうです。その方がサブバッテリーとかにもいいかなと思って。そうやね、充電しつつ使うっていうのはね。そう、あんま良くない。なんで、12ボルトはほんまにね、電気も高が知れてるから。っていう感じで、一応めったにね、あんまりその外部電気使えるとこ行かへんけど、行った時は一応そういう風にはしてます。この椅子の下はこんな感じです。はい。はい。じゃあ続きまして、こちらね、入り口の棚になってるんですけど、こちらテレビですね。24やったかなのテレビ。つけてます。これは、ここのね、縦に柱が入ってるんよね。はい。で、そこに、テレビ用のね、アームをつけて、固定しました。で、こちらはね、ブースターですね。電波悪くならへんように。ほんまは外につけるやつなんですけど、距離も近いんでね、中につけてます。あとは、こっちがそういうね、リモコンとか、ゲーム機のコントローラーとかあったりするんですけど、こっちにスイッチ収納してたりね。上がハードディスクね。で、下がプレステ4ですね。いずれこれがプレステ5に変わることを今願ってるんですけどね。とりあえずプレス4が今あります。はい。で、お棚の下は、こっちはね、キッチン用品、お箸とかお皿とか置いてます。ここが調味料とかラップ関係、料理に使うものが主ですね、が入ってまして、で、一番下は靴箱なってます。はい。ここはね、おまきさんのところと一緒で、このダボでね、高さ調整できるんで、入れ物に合ったサイズで変更できますということです。次、この上ですね。はい。これが、外でもね、見てもらったと思うんですけど、これ換気扇ですね。こう手動なんですけど、回したら、こう、外がね、開いて。で、こっちが排気の方ですね。3段階排気があって、反対側、取り込む方もできます。吸気も排気もできるという、こっちは12ボルトの換気扇ですね。はい。で、ここがソーラーの線の取り込み口になってまして、ここをこう通って、同じ12ボルトなんでね、ここの換気扇の線もここに微妙に見えてると思うんですけど、シュッとここのね、モールの中に隠して、下まで行って、で、さっきの電装沿いに行ってると。行ってると。
いうことでございます。はい。まあそれはわざと外につけてるんやね。あ、そうですそうです。はい。まあメンテナンスがしやすいようにっていうのが主ですね。やっぱ壁の中入れちゃうと、もし何かあった時ちょっと大変じゃないですか。まあね。で今回僕らこだわったんが照明です。はい。ダクトレールにスポットライトをつけました。ダクトレールのいいポイントって照明を好きなところにつけれる。まあ当然それはあるんですけど、付属品が充実してて、ダクトレールにつけるコンセントとかフック、これにちょっとしたねお風呂行った後にハンガーかけたりとか、タオルとかね、壁際にかけてしまうとさ、どうしても壁にくっついてるから乾きにくかったりするけど、完全に中で乾かせるっていうのがいいポイントやね。すごくいいと思います。はい。まああとはね、こういうね扇風機もあったりとか、僕ら YouTube やってるんで、まあカメラのマウントとかね、このダクトレール用のまあそういうのをつけたりしてますね。はい。なんか他にもねスピーカーがあったりとか結構いろいろあるみたいよ。そう、だからそこら辺ちょっと気になるからね、いいのあればまたいろいろ導入してみたいなと思ってます。はい。続きまして窓でございます。基本的には僕らと2種類の窓をつけてて、大きさは基本全部一緒ですね。マキさんがねまた紹介してくれたんですけど、こっち側が滑り出しのね窓をつけてます。こういうねカタンカタンとこう3段階かな。3段階かな。上の両サイドにこれとこっちもね、こっち側やね。はい、ついております。これも一緒ですね。はい。でもちろん網戸もあるし、シェードもついてます。はい。こちらアクリル二重窓ですね。あ、そうですね。アクリル二重窓です。で、この下のところと、あとまあバンクの先は同じ窓がついてるんですけど、こっちはスライド型の窓をつけました。おまきさん説明してくれなんてもう言わないです。はい。こっちは一重なんよね、アクリルやけど。そうなんですよ。やっぱこの一重と二重で結露の具合とかはちょっと変わってきちゃうよね。まあこれもまたね見てもらえたらと思います。今後ね動画でね、全然ちゃいますよね。やっぱり一重と二重ってこんな違うんやっていう違いは分かりました。まあ僕たちここに生活してるんで、空気の流れ、風の流れをすごく大事にしてるんですよね。まずこっちにねこのバンクの先に窓をつけました。ちょっと見にくいけどすいませんね、これね、はいつけました。でこれと先ほどこのねスライドの収納の奥、ここに換気口をつけましてですね、これは今冬の間はもう24時間ずっと開けっぱなしです。で先ほど後ろに換気扇がついてたじゃないですか。これはね、風の流れ的にはこう持ってきたわけですよ。そうするとシェル全体が限りなく空気が入れ替えれる、結露が少なくできるかなというところでやってるんですけど、バンクの先って風ってこう行くから一番先まではいかない。ほんまの先までよね。そういう時のためにこういう扇風機を使ってます。基本的にはバンクの方に向けてこういう流れで風を作って、こっちから出てくるように、いつも扇風機回してます。やっぱりバンクのね先が一番空気溜まりやすいっていうのと、カビやすいっていうのだよね。一人やとね別にそんなね、いやそうなんよ、気にせんくていいんよ。全然違うからね、一人と二人って。違う。人間のこの二酸化炭素の排出する量、大人一人増えるだけで全く変わってくるから、普段は結露しなくても、二人になったら結露したりするし。もちろん。であと毎日ずっと使ってるっていうのが一番でかい。そうね。正直そこまで気にしなくてもいい場合の方が大半なんやけど、もう僕らはここで生活してるからもうかなりそういう風に徹底してます。もちろんね換気風の流れだけを考えると下の方にもう通気口つけるんが一番いいんやけど、やっぱ通気口って穴やから外でのね見た目のねバランスとかも好みじゃなくなっちゃうからっていうので下の方にはつけてないっていう感じだね。そうですね。僕らも初めねさっきの換気扇あったところから空気を取り込んで横に穴開けて出そうかっていうね、結構セオリー通りじゃないですか。走ってたらそれも空気も入ってくるし、って思ってたんやけど、やっぱ横に通気口つけるのはやっぱ見た目的に僕ら的には好きじゃなかったんですよ。つけたくなかった、っていうので、こっちに換気扇をつけるというので解決しようかというふうになりましたね。まあ好みなんでね、全然それでもいいっていう人は全然いいと思うし、いやそれはその方が流れ的には結露とかカビとかの対策もできるからね、いいとは思うんやけど、うちはそういう選択をしたよっていうところです。そうですね。はい。じゃあ続きましては、コンセントとかスイッチの位置をね、ちょっと確認したいなと思います。全部でコンセント5箇所、スイッチ2箇所取り付けました。コンセントは標準では3箇所やね。あ、そうですね。これもね、ずっと住んでるっていうので、コンセントはね、結構多めになってます。そうですね。場所で言うと、やっぱ自分たちが作業しやすい、仕事しやすい、コンセントが使いやすい場所に設置してます。この広さにおいては多すぎるとは思うんですけど、やっぱりこの延長コードとか引っ張りたくないんで、ちょっとしたところにパッパッパッとこうあれば便利だなというところで、まず自分たちの机周りですね、ここに1箇所、でおまきさん寝る時にね必要やからここにコンセントねバンクの上ね1箇所、でおまきさんの作業用ここに1箇所、ここに
1箇所と、でこの裏にね今もうすでにテレビのコンセントとかこういうね挿しているやつが、はいありまして、これで5箇所ですね。はい、テレビ関係のやつ用に裏に1箇所あるってことね。そうですね。でこれもね意外と使うんですよ。このね、入り口から近いから、結構便利。いや、わかるわかる。使うよね。まあこのねテーブルの横のやつって刺したまま開け閉めできへんのやけど、刺したまま開け閉めすることがまずそもそもそんなにない。ああ、そうね。基本開けて使って終わったら抜いてしまうっていう感じだからね。そうなんです。もちろん乾した場所につけてもいいんやけど、まあそのさっきもあった見た目の問題とか、あと使い勝手、開けた時の使い勝手のことを考えるとやっぱそういう位置になったね。そうね。はい。でまあスイッチですね。スイッチはまあここにね、寝る時ね電気消せるようにいちいちね、一箇所やったらそこまで行かなあかんから、寝る時に手元でこう切れるようにしてます。これダクトレール2本ともまとめたスイッチやね。そうですね。で3路回路になってるんで、ここと入り口とは連動してますんで、どっちで消してもどっちでもつけれる。そうです。でもう一個はもう本当に玄関のこちらになりますね。ここについております。外からでも届けやすい高さかな。そうですね。で僕らは結構ねやっぱ内装の雰囲気にこだわったんで、こういつもと違うねカバーをつけました。コンセントとスイッチはブラックに変更してます。でまあ僕ら基本的にここでご飯食べること多いんですけど、今のままじゃこことこのねテーブルとおまきさんの作業のところじゃちょっとなんかねおのおの勝手に食べるようになっちゃうじゃないですか。それあんまよろしくないから別にテーブルをつけております。それがこちらでございます。これでございます。おまきさんがこっちに座って、僕がこっちに座ってご飯を食べると。ここも開けるとここも有効に使えるんで、かなり広いテーブルになりますね。トイレ行きたいとかちょっと邪魔やなって時はまあ自由に押せばねすぐ動くから動かせれるんで、これはかなり便利だなと思います。ちなみにここのねアームでついてるんですけど、まあ結構ね重たいもんで、これ耐荷重が45キロまであるんですよね。アームの耐荷重が、結構しっかりしてないとダメじゃないですか。っていうところでここをね貫通させてます。多分ここ見てくれたら分かるんじゃないかな。これやね、貫通させて止めてる。反対側もね、棚の中に隠れてるけど同じようになってます。なのでもうかなり頑丈についてるんで、もう取れることはないですね。天板が割れへん限り。そうね。天板次第ですね。まあ天板もでも言ってもそんなペラペラじゃないからね。割れることはない。ないと思います。これはすごくね便利やし、あんまり他では見たことないシステムやなとは思ってます。でなんか使わない時はもう中にここに入れ込んでしまえるんで、もうこれですごいね通路も広く必要な時だけ出して使えるという感じですね。ということでね、もうお待たせしましたというぐらい、待たせてしまったんですけれども、こちらが僕たちが新しく作ったシェルの全貌になります。まあ今後ね使っていってちょいちょい変わっていくことはあると思うんですけれども、ちょっとずつねもっと使いやすいようにできたらなと思います。シェル作られる際とかねオーダーされる際はねぜひ参考程度にそうですね、見てもらえたらなと思います。ヤドキャリーさんでこういうことできるのとかこういうオプションつけれるのっていうご相談は概要欄にヤドキャリーさんのリンク貼っておきますので、そちらからお問い合わせください。お願いします。で私たちですね、4月の12日13日ですね、広島県福山市福山城公園北口広場でこういうねトラキャンを展示したお荷物キャンピングカーショーを行います。その時にね、このシェルも展示させていただきますんで、ちょっとでもねこの動画見て気になった方はね、遊びに来てもらえたらね中を見ていただけるようにしますんで、ぜひね来ていただけたらと思います。今後ね、旅の方もね再開すると思うんですけども、旅の様子はですね僕たちの別チャンネル旅暮らしをご覧いただけたらなと思いますんで、ぜひねチャンネル登録まだの方はチャンネル登録してお待ちくださいということで、今回はこの辺でまた次回お会いしましょう。さようなら。